こんにちは、斉藤直樹です。今日も気まぐれ添削やっていきたいと思います。ちょっとね、この画角を実現するためにここにカメラがあるんですけど、ちょっと邪魔かもしれませんが気にしないでくださいね。はい、今回の作品はこの左の作品ですね。関東さんの作品でタイトルは無題ですね。コメントは一言、よろしくお願いしますとのことです。はい、アナログの鉛筆画の投稿ですね。はい、目力がね、なんと言ってもいいですよね。それに手も、画面に入れられていて、一生懸命描こうとした形跡が見て取れる作品だと思います。投稿するにも勇気がいったと思います。ありがとうございます。で、いつもはですね、デジタルで着彩されていて、すごくね、力が入った作品ばかりを添削しているイメージが多いと思うんですが、たまにですね、アナログの投稿はダメなんですかっていう質問も来ます。全然ダメじゃないです。ただね、僕は添削していく上で、そのイラストをパソコンのソフトの上で、ちょっとずつ改変を加えていって、で、その人のテイストを残しながら、ポイントごとに解説していくっていうことをしています。アナログのイラストでもね、もちろんそれはできるんですが、アナログのイラストをパソコン上でいじくることになるので、描いた人からするとですね、いや、それ自分ではできないよって思うみたいなんですよね。絵作りの問題なので取り入れられる部分は多いと思うんですが、それ以前に気持ち的な壁がね、邪魔になってしまうことがあるみたいなので、あまりね、これまで積極的にアナログのイラストは選んでいませんでした。ただそうは言っても、今回投稿いただいた関東さんのような感じで、もう線画の部分からつまずいちゃってるんだよ、この段階のものを添削してほしい、うまく描く方法が知りたいっていう方も多く見受けられましたので、今回はいつもとちょっと変わった感じではあるんですが、アナログのイラストの線画の描き方について添削をしつつ解説を加えていこうと思います。添削といってもね、ちょっとこう最初から書き換えることになってしまうので、添削ともちょっと違うかもしれませんが、頑張って解説してみますね。それでは早速いってみましょう。はい、さて、もう最初に関東さんの一番の問題点お伝えします。それはですね、おそらく関東さんすごくね、真面目な方なんだと思います。このイラストを見るとですね、おそらくこんな風にですね、きっちりとこう丸を描いて、でその顔にね、当たりをこうしっかりとこう描いて、でそれにこう首をくっつけて、そして体をくっつけて、で手のポーズをこんな風に取ろうとしたと思うんです。こんな風にね、描いてったと思うんですね。ただね、こういう風にすると絵が硬くなってしまうんですよね。こんな風に描き始めるのはあんまり良くはないです。はい、じゃあどんな風に描き始めるのがいいのかっていうと、こんな感じです。はい、もうこんな感じですね。もうなるべくふにゃふにゃに線を描きましょう。さっきのと見比べるとこんな感じの違いがありますね。もうふにゃふにゃでしょ。で、ここで意識してほしいのは、ふにゃふにゃに描くだけじゃなくて、このですね、表情とか、あとはこの人の感情を引き出すっていうところに意識を向けてほしいんですよ。比率をちゃんと描こうとか、そういうところは後でいいんです。まずは最初に感情なんですね。例えばですね、この元絵だと人差し指を顔にくっつけているポーズをしているじゃないですか。でもなんでここに手をくっつけているのかって考えると、照れているから、それとも何かをごまかすためにしらばくれている、いろいろな感情が想像できると思います。そういった想像はできると思うんですが、ただですね、ちょっとこう直立不動なので、どういう感情なのかいまいち読み取りづらいんですよね。そういった感情の部分をこのふにゃふにゃな線の状態で探ってみてほしいんです。一旦描いた線を修正しながらで構いません。例えばこんな風に、はい、こんな感じ。ちょっとしたところなんですが、目線を反らして上に向けたり、あとはね、体の向きを調整したりして、傾けたりして、知らないみたいな感じで、さっきよりもちょっとこう柔らかく表情が伝わるようになったのがお分かりいただけると思います。で、こういう表情がしっかり引き出されたところで、必要があればこうします。はい、これはですね、あんまり必要がなければ、この上に描いていってもいいです。このまま仕上げていっても全然いいんですが、もうちょっと綺麗に描きたいみたいな人もいると思います。そういう場合には、今描いた試し書きを参考にして当たり線を改めて描いてみるわけです。おそらく作者の関東さんが最初にやった工程ですね。そうです、こういうしっかりとした当たり線ってですね、
顔や体の比率を測るにはいいんですが、あんまりにも最初にきっちり描いてしまうと絵が硬くなってしまう原因になります。最初はさっき描いたようにもうふにゃふにゃっとした線でですね、キャラの表情だけを引き出すように描いてあげること。きっちりと描くよりもこっちの方がですね、何倍も絵の良さを見ている人に伝えやすくなりますので、まずはこのふにゃふにゃ線で感情を探る、これを最初に意識してみてくださいね。で、絵に込める感情と当たり線ができたらもうこっちのもんです。この当たり線をこの練りゴムでですね、この練りゴム懐かしいですよね。これグニャーンとなります。この練りゴムでね、こうグリグリっと引き伸ばしてですね、こんな形を作ります。そしたらこのローラーでこの当たり線をね、ちょっとこうコロコロと軽めにこう消していってですね、少しだけうっすらと見えるようにします。はい、こんな感じですね。そうしたらここにキャラクターを描いていくだけです。さっきよりも魅力的に、そして柔らかく描けると思いますよ。はい、じゃあ実際に描いていこうと思います。僕の場合はですね、どこから描いてもいいんですが、輪郭から描くことが多いですね。はい、輪郭から描くのは最初は大枠の箱の大きさを決めたいからですね。輪郭は箱だとしてですね。で、目、鼻、口が箱に入れる小物だとしたら、はい、これはね、小物だとしたら、この輪郭の中にね、この小物を入れていくわけですよね。だから最初に箱の大きさを決めちゃった方が、その中に入れるものの大きさが決めやすいじゃないですか。人によってはね、目から描くとか、鼻から描くとか、そういう人はいるんですが、これはどっちでもいいんですがね。自分がやりやすい方を探ってみてもいいんですが、今回は僕のやり方、僕の考え方を紹介しています。僕のやり方はですね、箱の大きさを最初に決めて、そして目、鼻、口、その中に入っていくものの大きさを後で決める。こういう考え方です。さあ、そして輪郭ができましたので、次は目を入れていきましょう。はい、目がね、大体描けました。で、ポイントなのは、この時点であんまりしっかりと目を描き込みすぎないこと、仕上げすぎないことだと思います。というのも、関東さんは、この絵を見る限りね、目を描くのがすごく好きなように見えます。目がね、こう、ものすごく力を描いて描かれているのがわかるからですね。ただですね、絵を全体で見た時に、目はね、すごくくっきりと描かれているのに、髪の毛は、割と曖昧だったり、手の形はまだしっかりと決まりきっていなかったりと、こう目だけがね浮いてしまっているように見えているんですよね。これはですね、自分が興味がある目だけを描いて満足しちゃって、もうあとはどうでもいいやみたいな感じになっちゃっている感じだと思います。それはね、もったいないです。なので一旦目はね、途中で置いておいて、他の部分をしっかりと描いてあげましょう。その後ですね、もう一度戻って仕上げとしてね、目を仕上げていくんです。はい、じゃあ次にですね、髪の毛を描いていきましょうか。はい、髪の毛を描く時もこんな風にね、うっすらとまずは当たりを描いてボリュームを確認しつつですね、このぐらいのボリュームでいいなと思ったら改めて濃く描いていくといいと思います。はい、続きやっていきます。はい、とりあえずね、髪の毛こんな感じですね。そしたらですね、はい、1箇所補足しておくと、描いている途中に僕ね、こっそり、輪郭ちょっと上に上げました。描いている途中でもですね、ちょっと箱大きすぎたな、この目の大きさ、髪の毛の大きさに比べて、ちょっと輪郭下に下がりすぎてたな、大きすぎたなと思ったらですね、迷わず上に上げたりとかして、箱の大きさの調整もしてあげて構いません。この辺はね、臨機応変に調整していきますね。もう絶対に直しちゃいけないっていうわけではありません。全体のバランスを見ながら、調整していきます。はい、そしたら次にですね、顔に人差し指を当てている手を描いていきましょう。はい、手を描く時のコツはですね、これはもう何度も言っているんですが、写真とか鏡を見ながら描くことですね。はい、この動画見返してみると分かると思いますが、僕もですね、このカメラに向かって何度もポージングをして何とか手を確認してました。手ってですね、おそらく人体の中でも一番複雑で描くのが難しいです。それをですね、何も見ずに描くのはプロでも難しいので、しっかりと見ながら手を描いてくださいね。さあ、では次、体を描いていきます。やっていきますね。
はい、ちょっとね、何の変哲もない T シャツだけだと首周りがねちょっと寂しいなって思ったので、セーラー服の襟を足してみました。これね、初心者の方になればなるほど T シャツよりも襟がついていると描くのがめんどくさい、難しいって思ってしまうかもしれませんが、これね実は逆です。襟とか模様とかも何でもいいので、なんかくっついていないと絵としてね映えません。それはなんでかっていうと、描く部分が少ないからですね。なので、T シャツだけだとですね、確かに手間は減るんですが、絵としての魅力を引き出すのが非常に難しくなりますので、魅力的に仕上げることは逆にねめちゃくちゃ難しくなってしまうんです。なんか魅力に欠けるなって思ったら、単純に無地の T シャツだからっていう理由も大きい気がします。これもね意識してみてください。さあ、全体が描けました。最後に重要なポイントです。さっきもちょこっと言いましたが、覚えていますでしょうか？そうです、最後に目の線をはじめとして全体的に見渡してですね、ここもうちょっと濃い線で描いた方がいいな、濃い影を入れたいなっていう部分を強調していきましょう。やってみます。はい、こんな感じです。さあ、どうでしょうか？最初の状態と見比べてみると、かなり表情がついて自然な柔らかみのあるイラストに変化したのがお分かりいただけると思います。最初にしっかりとした当たり線を描きすぎずに、こんな風にねふにゃふにゃでいいので感情を優先して当たりを描いて、でその後でしっかりと比率を気にしながら仕上げていく、このやり方で、ね、やってみてください。かなり絵の良さが伝わるようなイラストが描けるようになると思います。はい、でですね、ここまででも十分なんですが、今回は珍しくアナログで描いていますので、もう何箇所かポイントをお伝えしようと思います。まず大事なポイントの1つ目、正面は難しいです。はい、これもさっき言ったように、初心者の方ってですね、絵を描いてくださいって言われると正面の直立不動の絵を描いちゃうんです。ただね、正面で直立不動の絵って見栄えを良くするっていうところまで考えるとめちゃめちゃ難しいんですよね。無理ではないです。無理ではないんですが、これ難しいんですね。なので単純に見栄え良くするためにっていうことを考えると、単純にですね、角度をつけた方がいいんです。そっちの方が圧倒的に簡単に見栄え良くすることができるんですね。まずは当たりを描いていきますね。はい、さっきは正面顔を描きましたが、今度は斜めから見た顔を描きました。斜めから見ることでなぜ魅力的になりやすいのかっていうと、それだけで左右がシンメトリーになることがないので、動きが出やすくて感情が伝わりやすいんです。さっきね、絵が硬いっていう風に言いましたが、斜めから描くだけでも絵の硬さが自然と取れてしまうんです。さあ、じゃあこの当たり線に沿って顔周り描いてみますね。さっきは部分部分で丁寧に描いていったので、今回は一気に描いてみます。まずは顔周りですね。はい、顔周りを描きました。せっかくのね、鉛筆画なので、こんな感じでね、濃淡をつけて陰影表現を同時にやってもいいです。髪の毛のサラサラ感とかは、鉛筆の柔らかなタッチで出しやすいと思いますね。はい、残りの手の部分と体の部分、描いていきますね。はい、残りの部分を描きました。ここでも1箇所ポイントです。さっきと同じように人差し指を顔に当ててポーズをとっていますが、さっきとはキャラクターの表情が全く違っているのがお分かりいただけますでしょうか。さっきはほっぺたに指を当てて顔をかしげているようなポーズなので、何かを思案しているポーズ、もしくは考えているふりをして知らないってね、しらばっくれているようなニュアンスが出ていましたが、今回は唇に近い部分に指を当てていますね。ニュアンスとしてはこちら側を少し挑発しているような、そんな感情が透けて見えます。同じ指を顔に当てているポーズでも少しポーズが違うだけで全然表情が違ってしまいます。
最初にかっちりと当たりを取るな、バランスはその次でいいからまずは絵に含めたい感情を探ろうって言ったのはまさにこういう理由です。バランスが合っていてもですね、自分が込めたい感情が抜け落ちてしまっていたら、もしくはずれてしまっていたら、感情が伴っていない抜け殻みたいな絵になってしまいがちです。この点はね、注意してみてくださいね。さあ、さらにダメ押し、もう一パターンいきましょうか。次もワンステップ、階段を一段上がったポイントをお伝えします。はい、まずは当たりを描いていきますね。はい、さっきと同じようにふにゃふにゃっとした線でいいので当たり線を描きます。もうこの時点でね、さっきと違いが生まれています。わかりますでしょうか。はい、そうですね。はい、さっきの絵が肩から上しか描かれていなかったのに対して、この絵はですね、胸から上、つまり胸元まで絵に入っています。肩から上を写したトリミングの仕方をアップショット、胸から上を写したトリミングをバストショットと言ったりします。ちなみに米山舞さんなどがよくやる顔の一部だけしか写していないようなトリミングの仕方はクローズアップショットと言ったりしますね。はい、予備知識です。さて、当たりをもとに顔を描いていきますね。今度はこれをトレースして描いていってみようと思います。はい、わかりますでしょうか。うっすら映っていますね。トレースして描いていきます。はい、顔を描きました。ここでもですね、さっきと意識的に変えています。どこだと思いますでしょうか。はい、そうです。さっきの絵はですね、少し顎を突き出しているような絵だったのに対して、今度は顎を引いています。顎を突き出す、顎を引く、これだけでも表情の違いを表現できるんです。正面だとですね、それがなかなか難しいので、こういう部分もですね、斜めから描いた方が見栄えよく仕上げられる理由です。さあ、残り描いていきましょうか。はい、また細かい部分なんですが、指も少し変えました。顔の前でね、シーって人差し指を立てているポーズですね。同じ人差し指を立てるでもたくさんパターンあるでしょ。こういうポーズのパターンって顔をしっかり描いた後では模索しにくいです。さっきもお伝えしたように、しっかり描く前に最初にね、こういうポーズで、こういう視線で、こういう表情にしようってね、紙の上で何度も試行錯誤してみてください。そうすることで圧倒的に魅力的なイラストに仕上げることができるようになると思いますよ。普段描いていてどうしても絵が硬くなっちゃうな、しっかり描いているはずなんだけど人からあんまりいいねって言われないなって悩んでいる人は、もしかしたらね、しっかり描こうしっかり描こうとしすぎるあまりに絵から感情が抜け落ちてしまって硬くなってしまっていることが原因かもしれません。ぜひこの動画何度か見返していただいて、自分に必要なポイントを取り入れてみてくださいね。はい、もうね、最初から描き直してしまったので添削っていうことではなかったかもしれませんが、はい、ビフォーアフター見比べるとこんな感じですね。最初の1枚がこちら、そして別角度で描いたのがもう1枚こちら、そして最後バストショットまで含めたこちらですね。はい、それと今回お伝えしたポイントをさらに聖書の時に意識した方がいい部分にまで言及して解説した動画があります。それはこちらの動画、即上達、絵がうまく描けないのはこれができていないからですね。もっと詳しく知りたいという方はですね、こちらの動画をぜひ参考にしてみてくださいね。それでは最後に、これちょっと邪魔ですね。まあいいか。それでは最後にコーナー、気まぐれあっち向いてほいのコーナーです。僕にあっち向いてほいを仕掛けてみてくださいね。いきますよ。準備はいいですか？気まぐれ気まぐれあっち向いてほい。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。